こんにちは、ミニメロン伝説です。最近流行っている猫耳ニット帽、かわいいなぁと思っても、私には若すぎないかぁと思ってしまう人いますか？はい、まさに私です。そこで大人でも使えるさりげない猫耳ニット帽を作りました。正面から見たら普通のニット帽ですが、角度を変えると耳が現れます。また、リブ編みで編んでいるので、普通に編むより厚さが出てとても暖かいです。今の寒い季節、本当に重宝しています。私は寒がりなのであまり外に出たくないのですが、暖かいこの帽子のおかげで寒い朝の散歩がサボりながらですが続けられています。また、猫耳でテンションが上がり、外出のモチベーションにもなっています。これから作り方を解説していきますが、わからないことがありましたら YouTube のコメントでも大丈夫ですし、画像付きで質問したい方は、インスタグラムに DM を送っていただければ返信いたします。各 SNS は上の通りです。今回3つのタイプの帽子を編みました。こちらは極太毛糸を10号針で編みました。こちらは並太毛糸を10号針で編みました。こちらは並太毛糸を8号針で編みました。初心者の方におすすめなのは極太毛糸一色で編むことです。他の2つのように模様があると少し面倒な計算が必要ですが、一色だと何も考えずに編むだけ。そして毛糸が太いとザクザクと短い時間で編めます。また毛糸が太いのでその分厚さが出て暖かいです。この2つは並太毛糸で編みました。こちらは10号針、こちらは8号針で編みました。10号針の方がザクザク編めて楽です。合い太以上の太さなら10号針を使っていいと思います。8号針で編むと時間はかかるのですが、薄く出来上がるので持ち運びやすくかさばらないという利点があります。この2つの帽子は折り曲げた状態で耳が隠れて眉毛が見えるくらいの深さです。こちらは折り曲げた時は前髪が見えるくらいの深さです。伸ばしたら耳も眉毛も隠れます。今回はこの帽子を使って説明しますが、単色とボーダーの編み方も説明しますのでご安心ください。材料はこちらになります。使用した毛糸はこちらです。この毛糸は柔らかいので最後帽子を絞るときにちぎれないように慎重に行ってください。フラッフィーは糸が細いので2本取りで編みます。30センチ糸を残して作り目の鎖編みをします。深めに作りたい方は作り目30センチ、浅めに作りたい方は作り目25センチで編んでください。編んでいくと縮むので帽子の出来上がりは30センチは28センチに、25センチは23センチの深さになります。ボーダーかチェック柄を編む場合は作り目の数を6の倍数、7の倍数、8の倍数、9の倍数のどれかで編んでください。作り目の数の一覧は上の通りです。例えば作り目30個の場合、6の倍数なので1色5目でボーダーの数が6個になります。作り目が36個の場合、6の倍数でも9の倍数でもあるので、ボーダーを太めに作りたい方は1色6目でボーダー6個、細めにしたい方は1色4目でボーダー9個になります。私は浅めに作りたいので鎖編み30目25センチ編みました。
単色で編む場合は裏山に普通に細編みをしていきます。ボーダーやチェック柄を編む場合は30は6の倍数なので 30÷6 イコール5。これから5目ずつ6個の模様を編んでいきます。裏山に編んでいきます。わかりやすいようにマーカーをつけます。最初の目にマーカーをつけます。単色で編む方はこのまま最後の目まで編んでください。ボーダーやチェック柄を編む方は途中で糸を交換します。5目が未完成な状態で糸を交換します。ベージュの糸と白の糸端を中に巻き込んで編みます。白の毛糸で5目が未完成な状態で糸を交換します。このようにして最後の目まで編んでください。最後の目を編みます。1段目を編みました。2本の糸のうち奥の糸にだけ引っ掛けて細編みをします。これを畝編みと言います。
この畝編みを頭周り ×0.75 の長さになるまで編みます。5目が未完成な状態で糸を交換します。ボーダーを編む方はこの調子で最後の段まで編みます。私はチェック柄を編んでいるので4段ごとに柄を変えます。4段目の最後の目を編みます。糸を交換します。このように段の最後で糸を変える場合、偶数段の最後の目で糸を交換してください。56段 42.5 センチ編みました。このようにつなげるので、チェック柄を編むときは模様が合うようにしてください。模様が合わない場合はもう少し編んで調整してください。糸端がベージュなのでベージュの糸でつなげます。単色とチェック柄の場合は引き抜き編み、ボーダーの場合は細編みでつなげます。ボーダーで編んだ方は17分25秒まで飛ばしてください。まずは引き抜き編みで説明します。
き抜き編みはきつくなりやすいので緩めに編んでください。ボーダーの場合は最後の段の最後の目で糸を交換しません。2本の糸をすくいます。色の変わり目で糸を交換します。つなぎ終わりました。50センチ残して糸を切ってください。糸を切ったので引き抜きます。
もう一方の糸は糸始末できる長さを残して切ってください。今つないだところが真ん中になるように置きます。真ん中の位置にマーカーをつけます。端のラインと定規の0センチを合わせてください。4センチのところにマーカーをつけます。右側の端は4センチに合わせます。0センチのところにマーカーをつけます。真ん中のマーカーを外します。2本の糸を結びます。長い方の糸をとじ針に通します。マーカーの手前まで来たので、後ろの編み地に針を通します。マーカーの手前まで来たので、後ろの編み地に針を通します。一周してきました。最後は目が分かりにくいので適当に刺します。糸を引っ張ります。ゆるいところを調整します。まだ穴が開いた状態なので塞ぎます。
適当に刺します。耳の部分を塞いでいきます。マーカーのところに針を出します。次は短い方の糸でもう片方の耳を塞いでいきます。マーカーのところに針を出します。両耳を作りました。糸始末をします。他の糸も同じように糸始末をしてください。帽子をひっくり返します。
完成です。今回はいかがでしたでしょうか？皆さんが編んだ帽子見たいので SNS に投稿してもらえると嬉しいです。